手榴弾を目の前に突き出されて怒鳴られてた。で、そこから目隠しをされて連れて行かれた。もうこれはもう完全に無理だなと思いました。もう結局は殺されるんだな。2004年4月、イラクで武装グループが日本の民間人3名を拘束し、当時派遣されていた自衛隊の撤退を要求する事件が発生。犯行声明には要求が受け入れられなければ人質を殺害するという脅迫も含まれていました。そのうちの一人がイラクで現在まで22年にわたり人道支援を続けてきた高藤直子さんです。一体高藤さんはどのような状況で武装グループに捕まり、なぜ解放されることになったのか。当時の報道だけでは見えなかった日本人人質事件の真相を伺いました。まず最初に高藤さんがイラクに関わるようになったきっかけについて教えていただけますか。2000年の時にちょうど30歳になって、経済活動じゃなくてそのボランティア最優先の人生第2幕と私は呼んでるんですが、それを始めたのが30歳だったんですよね。インドを軸に長期ボランティアの生活に入っていて、インドでは孤児院とかタイ、カンボジアでエイズホスピスで働いてたんですよ。で、その最中に 9.11 が起きて、でその最中に、イラク戦争が起きるっていうことになって、当時の日本の小泉首相がアメリカのイラク攻撃を支持しますっていうふうに言ったんですよね。でそれがすごい私の人生を大きく変える一言だったっていうのがあります。だからそれを聞いて、それまで全然予定になかった紛争地に行く、紛争地でそのボランティアをするっていう、緊急支援をするっていう、本当に予定になかったことだったんだけれども、本当に自分の中では自分の戦争、自分の国、日本が参戦してしまったような感じを自分の中ではあって、でそこからイラクに照準を合わせて移動する風になってきました。実際にイラク戦争の際に現地に行かれて、最初はどのような活動から始められたんでしょうか。もう緊急支援の目的で行きました。戦争ではないけれど、その地震の被災地での緊急支援の経験はもうすでにあったので、そこでの経験から大体のことは予想がついていて、まずはアセスメント、どこを支援したらいいのかとか、どういう状況にあるのかとか、紛争地は初めてだったので、先に入ってたその団体とか NGO とかジャーナリストとかボランティアの方々にとにかく話を聞いて、そこから自分ができる支援、緊急支援っていうのを割り出していってっていうことをまずやって、で基本的にはもうずっと病院、昨日言ったファルージャ総合病院がメインでしたけど、ファルージャ総合病院とラマディの病院に医薬品とかそういった医療品みたいなものとかを運び込むっていう、そういうことをメインにやってました。高藤さんの場合は最初 NGO とかの団体に所属して行ったわけではなくて、個人で行かれたんですよね。個人ですね。でまずはインドからヨルダンに飛んで、インドにいる間にもいろいろ情報を集めて、もうすでに入っている。で当時人間の盾と呼ばれる究極のボランティアって言われている人たちがもうすでに戦争前から入っていて、戦争中もインフラを守ろうということで浄水場とかに我々はここにいる、空爆するなみたいな、でその人々のその水を守ろうみたいな、そういった人たちが世界中から集まってたんですよね。戦争中にだいぶ減ったんだけれども、戦後もずっと戦前戦中戦後ってずっとイラクに残ってた人たちがいて、意外かもしれないんですけど、私も意外だったんですけど、一番多く残ってたのが日本の方々だったんですよね。結構日本の方々いらっしゃってね、その人たちからその話を聞いたりとかいろいろしてました。そこで聞いてたのが、あとそれから NGO もすぐに入ってきてて、 NGO にいろいろ聞いて、ファルージャとかは行かない方がいい、治安が悪い治安が悪いっていうふうに聞かれてたんだけれど、ヨルダンから一緒に入ったジャーナリストたちがファルージャの病院が一番大変だと、一番ニーズが高いということで、じゃあ私は個人レベルなので、とにかくバグダッドにはもうすでにたくさんの NGO が入って、もう病院はもういっぱいステッカーも貼ってあったのでね、 NGO の。じゃあ隙間を埋めるような支援をするっていう自覚はあったので、じゃあ一番支援の足りないところに行こうっていうことで、私はファルージャを目指したっていう感じです。確かに現地で最もニーズのあるところに援助に入っていくっていうところが大事だっていうことは、私自身もすごい国際協力の業界でやってきて理解してるんですけれども、一方でやっぱ個人でそういった場所に入っていくっていうことに恐怖感とか不安はなかったんですか？でもその時は他にも日本のジャーナリストの方とか、それから短期間の予定だったけれども日本のボランティアの人もいたり、3、4人ぐらいで行動したんですけど、確かにやっぱりあまりにも治安が悪い治安が悪いとだけ言われてたから、なんていうの、不安は確かにありましたよ。
ありましたし、実際にバグダッドに入って次の日ぐらいだったかな、ホテルで、あんまりホテルも空いてなかったんですけど、やっと見つけたその宿でみんなでね、荷をほどいて、ちょっと一息ついた時にいきなり窓を撃たれたんですよ。で、何者かに撃たれたっていうか分かんないんですよ、誰が撃ってきたか。だけど、こう、私が座っていたベッドの本当に数メートルっていうか、その窓に撃たれて、で初めて硝煙っていうのを見たんですよね。ヒューってこう煙。その時に、このぐらいか5、6人日本人いたのかな。紛争地経験のあるジャーナリストの人もいたので、伏せてって言われて、で、私、ベッドの上に座ってたんですけど、床にこう伏せて、そしたらなんか、ほふ前進できるみたいなジャーナリストに言われて、ほふ前進なんてやったことないけど、とりあえず、はって。で、廊下まで出てきてって言われて、で、廊下に行って、廊下の端っこのところに、しばらくここにいてくださいって言われて、ここだったら長弾来ないからって言われて、もう硝煙だの、長弾だの、みたいな。当時の報道としては戦争終わったってことになってて、ただその一般治安が悪化してるっていう報道だったから、なんかそこでいきなり入った瞬間にそういう状況になって、で、その廊下の端っこでこうやって、縮こまって、日本の人たちがこういたら、目の前を宿の人たちが、もう AK47 ガチャンガチャンってやりながら、ダダダダーって屋上上がっていったんですよね。まあ、打ち返そうっていうことなのかわかんないけれども、で、それ見て、あれと思って、報道とだいぶ雰囲気違うと思ったんですよ。見てた報道と。で、そしたらその人間の盾だった日本人の方が、イラク人がねって、本当の戦争が始まるっていう風に、すごいみんな言ってるんだよって言われて、でその時にはその本当の戦争が始まるっていう意味が本当に分からなくて、でそこからもういろいろこう経験していくわけなんですけど、確かにそういう経験が一番最初にあったし、それから聞き取りに行くと手榴弾とかを見せられて、日本はなぜだみたいなことをね、こう、事件の時もそうだったけど、やっぱりこう、事件の前にもアメリカに対してとか、なんでこんなひどいことをするんだとかっていうのを、怒りをね、感情的になっちゃうおじさんとかもいて、想像していない何かがこううごめいてるような、そういう感じっていうのはありましたね。だからもう直感的にイラクは長くなるなっていうのはあったんですね。これはなんか中途半端な感じでは終われないというような予感みたいのはイラクに入ってすぐあった。2004年には現地の武装勢力に拘束されるっていう出来事があったというふうに伺ってます。当時の状況について可能な範囲で詳しくお話しいただけますか？ヨルダンからイラクに戻る時の話なんですよね。それが4月の9日か。それ前までは2月の終わりぐらいまでバグダッドにいたんですよね。だから本当に1ヶ月ちょっとこう出てたっていう感じなんですけど、その時にはもう目的がもう緊急支援と同時にストリートチルドレンのシェルターを簡易的に始めてはいたんだけれども、それをもうちょっとその職業訓練とかね、そういうのにつなげていこうと思って本腰入れてやろうと思ってたんですよね。でそれで戻る時にファルージャ総攻撃が始まるっていうことになり、ヨルダンから入ってった時にはヨルダンにいるドライバーたちとか、それから逆に今度バグダッドから戻ってきた日本の方とか、そういった方々にどうですかって、で要するにヨルダンとバグダッドの間にファルージャとかそういうのがあるので、どうですかって言ったら、バグダッドから帰ってきたばっかりの日本人も迂回路ができてて、迂回路を通ってくれば大丈夫みたいな感じになってたんですよ。ドライバーたち、イラク人のドライバーたちがたまるところにも行って、そこでその道路はどうなってるかっていうような話とかをいろいろ聞いて、迂回路があるから大丈夫だみたいな感じでなってて、私としてはその緊急支援で入ってるから、多分早くバグダッドに着いたら、まずはその医薬品とか、もちろん怪我人とか出るだろうから、それについての準備しなきゃなとかいろいろ考えてはいたんですよね。で行ってじゃあとりあえず出ようっていうことになって、その時に他の日本人2人と一緒に行くことになったんだけど、ファルージャが見えてきたところで、やっぱその迂回路するとこのその手前のところで米軍の戦車とかが見えたんですよ。で本当にいよいよ包囲攻撃なんだと思って、でそこからだいぶこう離れて迂回をすると。で迂回をしてったところにガソリンスタンドがあって、でそのガソリンスタンドが迂回してる人たちにいっぱい車がいっぱいごった返してる状態で、そこでもう、燃料入れるのを待ってる人もいるし、こうバーってこういっぱい車があったんですよね。でそこでしばらく動けない状態でいると、スタックしてる状態でいたら、周りの人たちがこういつもフレンドリー、すごくこうニコニコと笑いかけてくれるような感じ
のはずなのに、なんかすごいちょっとシリアスな顔をしている。で、まあ今こういう状況だからなと。だけど私たちに対してもなんかこうわーわー言ってくるようになっちゃったんですよ。わらわらとこう人々がこう私たちを見つけて、外国人がいるぞってこうなって、あれいつもとなんか全然雰囲気が違うって思って、そしたらすごい怒りをあらわにするような人とかもいて、なんかこう首をかっきるような、それはまあ本当に首切るぞっていうことじゃなくて、こっちではよくその怒りをあらわにする意味としてっていうのがあって、でその周りを車を囲まれてる、そうしているうちに向こうからクーフィーヤでアラブのね大きいスカーフみたいので顔を覆った人が走ってきたんですよ。なんかロケットランチャーみたいなのを持って、でそしたらうちのドライバーのところに来て、で片言私なんとなくやっぱりイラクの方言分かったから国籍聞いてるのが分かったんですよね。どこの国のやつらだみたいな感じで言ってて、そしたら日本って言って、ですごいドライバーはなんかもう焦って、日本人だよ、アメリカ人じゃないよみたいな感じに、とにかく日本人なんだからどうのこうのみたいな感じで外出て車から降りて、でその人抱きしめたりとかして落ち着かせようとしてくれてたんですよ。だけどこっちに来いっていう風に言われて、でその人が多分報告しに行ったんでしょうね。でまた戻ってきた時には複数になってて、車乗り換えろって言われて、でこっちの車に乗れって言われて、もうその時にはちょっとその辺りがね記憶がちょっとあれなんですけど、手榴弾を目の前に突き出されて、なんかこう怒鳴られたような感じっていうか、でそこから目隠しをされて連れて行かれたっていう感じ。一般市民にとってもなんていうのかな、そのファルージャ総攻撃のそのアメリカを支援する国々に対してもやっぱりこう許せない思いっていうか、そういったものがあるんだなっていうふうに思う。目隠しされたまま連れて行かれて、最初の、3日間はほぼ怒鳴られてるような状況で、車の中でも頭下げろとかっつって言ったらガーンとかやられたり、だから私は女性っていうことで、ちょっとそこまで手荒ではなかったけど、他の2人は男性だったので結構手荒にやられてたみたいで、音聞こえるんですよ。叩かれてるとかなんか蹴られてるような音っていうか、ブフブフみたいなで、なんか痛いとかってこう言ってるのも聞こえて、車の中でもそういう感じだったし、でその降ろされて、座らされて、お前らはスパイかみたいな感じでこう聞かれるみたいな。それが本当にたらい回して、本当に多分8カ所とか9カ所とかこう連れて行かれて、そこでお前らはスパイなのか、アメリカのスパイか、日本のスパイかみたいな。でそこであんなに要するにこう日本っていう国に対してmost welcome って言ってた人たちが、やっぱりこうその時はアメリカを支持する国っていう風になってたので、ものすごくこうなぜだみたいな感じがすごくあったんですね。だから一番そのアラビア語で言うリエーシュっていうそのなぜだっていうのをすごく言われて、で私たちはその政府の人間ではないんです、日本政府の人間ではないんですと。自衛隊をその送った、軍隊を送った、その自衛隊って日本は言うじゃない、自衛隊だから日本軍ではないじゃない、日本語では。だけどアラビア語で言うとジェイシュアメリキ、アメリカ軍、例えばジェイシュブリターニとかイギリス軍とか、ジェイシュイラーキーとかイラク軍で、ジェイシュヤバーニになっちゃうんですよ。やっぱり日本軍っていう風にそこに違いがないんですよね、軍と自衛隊の。だからそれがやっぱり難しい。その日本の人たちが自衛隊の方々にその持っているイメージと、イラクの人たちにとってみたら、そのアメリカ軍、残虐なアメリカ軍を支持する、支援する、同行するみたいな、その軍隊みたいな。日本に軍隊はないはずだったのに軍隊があったのか、なぜだみたいな、なぜイラク人に銃を向ける側に立つんだみたいな、なんかそういうことがすごくやっぱりギャップっていうのはすごく感じたんですよね。でその武装勢力がもうとにかく問い詰めてくるわけですよ。で私はとにかく強調したのは、政府側の人間ではないって、政府じゃないって、政府の人間ではないっていうことを言ったのと、非政府のものだと。で私は軍隊を送ったとか、そういうことに関わってないとか、それから私がここに来た目的は緊急支援であるとか、主にだから病院で仕事をしてたっていうことを言って、敵意はないですっていうことをとにかく一生懸命伝えて、
で、ストリートチルドレンたちから覚えたイラクの方言とか、そういうのを時々交えながら、英語で一生懸命話して、で、最初は通訳もなかなかいなかったけど、何回目かの時に結構英語が喋れる人が来て、で、その人に、今言ったように、敵意はありませんと。とにかく人道支援としてここに来てたと。だから、ファルージャ総合病院の先生方に聞いてくださいと。私がどういうことをやってたのかっていうのを多分言ってくれると思いますのでお願いしますとかつって、そういうことをガーって言ってたんですよね。で、その英語が喋れる人が宗教を聞いてきたんですよ。で、英語喋れない人から通訳に宗教なんだって言われたので、3人とも仏教徒って答えたんですね。中東では宗教を持ってないっていう方がなぜだになっちゃうので、宗教を仏教徒って答えたんです、3人とも。で、そしてしばらくしたら通訳が武装勢力の人が言ったことをね、通訳してきたのが良くないみたいなことを言って、で、それから通訳がこういう風に続けたんですね。もしあなたが1ヶ月私たちと一緒にいたらイスラム教徒になるでしょうみたいなことを言ってきたんです。で、それを言われた時に私は、全問答じゃないけれど、もしあなたが私と一緒に日本に来て1ヶ月過ごしてもらったら、私は最後にあなたはイスラム教徒のままでいてくださいと言いますって言ったの。私の中ではやっぱそれは関係ないっていうことが言いたくて、で、その後続けて、アラビア語でこの顔とか目とか鼻とか口って何て言いますか？手は何て言いますか？日本語では手と言いますと。で、目、鼻、口っていう風に言って、英語ではハンドですよねと。でも私もあなたも手があって、目があって、鼻があって、口があって、同じですよね。違うのは言葉だけじゃないですか？私は日本で生まれて、日本人の両親を持っていて、日本語で育ちましたと。あなたはイラクで生まれて両親がいてアラビア語で育てられましたよね。でも私たち人間としては同じじゃないですか。私はそういう一人の人間としてここに来ましたというふうに言ったんですね。そしたら武装勢力にそれを通訳が通訳して、そして帰ってきたのが英語を話すこともそれはスパイだというふうに言ってきたので、私は英語は学校で習いましたと。日本では中学から習って高校、そして大学でも英語を勉強したのは、私は世界中に友人を作りたいと思って、世界で働きたいと思って英語を勉強しましたと。だからこれはツールですと。あなたとあなたたちとイラクの人たちと友人になるために、コミュニケーションを取るために英語を使っていますというふうに答えたんですね。で、そういう会話があったんだけれども、また次の場所に行くと、最初からまたスパイかみたいな話になったりして、どんどん希望が持てなくなってくるというか、その会話の前ぐらいかな、直前ぐらいに床に横たわらされて、目隠しのままで首の上に何か置かれたんですよね。でもこれはもう終わりだと思いました。完全にこれは。で、その時にノー小泉って言えって言われたんですよ。当時の首相の名前、小泉首相の名前をノー小泉って言えと。ノー小泉、ノー小泉っていうのがガーって言ってるんですね、みんなが。それを言えと言われるんだけど、ここに置かれた状態で喉を動かすと切れるような恐怖、喉が切れちゃうような恐怖で声が出ないんですよ。もっと大きな声で言えみたいな感じで言われて、もうこれはもう完全に無理だなと思いました。もう結局は殺されるんだなっていう、私の説得も無理だったんだなっていう、それを思ってましたね。で、なんだけど、とりあえずその場は体を引き起こされて、ちょっとわけがわかんない。頭の中多分すっごいパニックだったんだよね。いや、大丈夫だっていう風に言われて、で、大丈夫だって言われること自体も今度余計にパニックになっちゃって、次何が起きんのみたいな感じで、ちょっとしばらくパニックな理解が追いつかないっていうか、そういう感じだったかな。なんだけど、大丈夫だって言われて、その人たちも私たちを安心させるためなのか、ご飯出してきたりとか、私は他の日本人にダイエブって言って、ダイエブって言って、何それ、なんでダイエブって言いながら食べてみたいな感じで、ダイエブって美味しいっていう意味なんですけど、ストリートチルドレンたちがダイエブって言いながらサンドイッチ食べたりとかしてるのを思い出して、ダイエブって言ってっつって、美味しいって言いながら食べてみたいな、敵意はないみたいなこと、どんな小さなアクションでもいいからそれを表したくて、入っていかないですよ。もうそういう緊張してるしパニックだから。だけど美味しいって言いながら作り笑いじゃないけど、とにかくなんとかコミュニケーションを取ろうと思って、そういうこともありましたね。最終的に結局
3日ぐらいはよくわかんない、とにかく手錠されたような状況で、目隠しを外れたけど物置みたいなところに入れられたりとか、そういう状態で、その時にその空爆の音が聞こえて、結構地響きとか振動とか、それから音とかも結構あって、あれでしたよね。もうこれでどのぐらいの人が今死んでるんだろうっていうふうにすごい思って、何もできないもどかしさ。本当だったら緊急支援で多分入ってるだろうし、今もやっぱりしばらくはもうずっと結構解放されてからもずっと結構そのことがね結構あったかな。何もできなかったっていう、集団墓地に行ったけど、やっぱりあの空爆の下であの爆音をね、要するに同じ空の下にいたわけじゃないですか、私も。で、私は緊急支援を専門にやる人道支援者としてイラクにいたわけだけど、同じあの空爆の下にいたのに包帯一本届けられなかったっていう後悔というか悔しさというか、それはかなり何年も引きずりましたね。自分のやるべきことができなかったことっていうか、最終的には1週間ぐらい同じ場所にこう閉じ込められてたんだけど、そこに行くと今度別の不安だよね。誰にも気づかれないんじゃないかっていう、あまりにも砂漠の真ん中、周りに何もなさすぎて、トイレが外にあったから常にこう銃を持ってる人がいたんだけど、そこに行ってからは銃を持ってる人が一人だけだったの。そのトイレをする時にも外で見張ってるから、そんなに激しく恐怖を感じるみたいな感じではなかったんだけど、例えばその夜トイレに一瞬外に出るじゃん。びっくりするぐらい星が綺麗だったのね。で、いろんなとこで星見てきたけど、あんなに近くて本当に降ってきそうな星空みたいな、本当にあっけに取られるような星空見たの初めてだったんだよね。すごい変な経験だけど、最も美しいものを見たみたいな、そういう経験もあった。で、空もすごい昼間行くと真っ青なんだよね。そのこう美しいものを見た。でも同時に誰にも気づかれてないっていう恐怖。きっと私たちのことも誰にも気づかれないで、もしかしたら私たちは何年もここにいることになるのかもしれないって言って、もうイラクのニュースは賞味期限切れだなんて私も直接言われてたから、メディアに。イラクのニュースなんてもうやってないだろうし、きっと誰にも知られてないんだろうなみたいな、そういう恐怖で、ここから抜け出せない、ここから誰にも気づかれない、私たちこの3人はどうなるんだろうみたいな、そういう不安がすっごい襲ってきて、瞑想してなんとか落ち着けようと思ったりとか、いろんなことを、ありましたね。ただその解放に至るまでにでも一応いろんなその会話ができたっていうことは良かったことかなって思うのはね、例えば瞑想してる時にも外からこうお祈りの声が聞こえてきたりして、多分だからその見張りの人もお祈りをしてたのか分かんないけど、アザーンのような分かんない、そういうこう融合するような感覚みたいなのもイスラム教と私の瞑想とするような感覚もあったし、多分不安がすごかったからちょっといろいろちょっと妄想みたいなのもあったのかもしれないけど、そういう感じ。それからなんとか希望を持とうという気持ち、希望を持ちたいっていう欲求からそういう風になったのかもしれない。それから実際に武装勢力と会話した中ですごくやっぱり収穫というか、話せてよかったなって思うことはあって、あの頃ですよね、その最初の3日間の中ですごい重武装したちょっとがたいのいい人がお前の首に下げてるそれなんだとかつって言ってきたんですよ。でそれはアイヌ民族のイケマーっていう、お守りみたいなやつだったんですけど、その時日本を出る時にアイヌの子たちとかみんなで札幌で飲んでる時にイケマーをその子が2つくれたんですよ。でこれはアイヌのお守りだからっつって言って、で1個は直子さんにっつって言って、もう1個は今回行って初めて友達になった人にこのイケメンをあげてっつって言われてたんですよね。でそしてそれをすごいこう弾倉とか弾丸ベルトみたいなのをつけてる人がそれなんだって言われたから、これはお守りだみたいな感じで、お守りって言わなかったな私ね。欲しいって言って1個あげるって言って、これなんだって言うから友達の印っつって言ったんだよね。あんまり宗教的なこと言わない方がいいかなとか、詳しく言わないで友達の印って言って、でそのアイヌの友達に言われた、最初に友達になった人にあげるって言って、友達だからあげるっつってあげたのよ。
じゃあすっごいなんか喜んで首にかけて、で入ってくるその武装勢力の仲間っていうか友達にこうやって見るもらったぞみたいな感じでこう見せびらかしてる。でそうやってなんか、コミュニケーションを取ろうとしたりみたいなことをしたんだけど、でその後にその禅問答があったでしょ。それからもう一つ私にとって忘れられない会話があって、その後半1週間ぐらい閉じ込められているその本当にもう何にも周りにないようなところに1週間いる間に英語喋れる人が時々来たんですよ。でその話したんですけど、解放の前の日くらいかな。でも解放されるって分かってないんだけど、解放される前の日でした。でその時にいろいろこう話してて、ですごいこうアメリカの文句とか日本の文句とかすごい言われてたんですよ。で私はでもあなたたちがこれをやってることはその国際社会を逆に敵に回すことになるんだっていうことを分かってほしいと。でこういうふうにすることによって国際社会はあなたたちをテロリストというふうにますます見なすだろうと。で私はその緊急支援で病院で働いてたと。おそらくその NGO の人たちなんかも余計にその警戒をしてしまうだろうしって。でそうすると国際社会から余計に遠のいてしまうと。あなたたちは世界に自分たちの被害を訴えたいと。被害を訴えたいのに逆方向に行くと。だから違う方法を探してほしいって言ったんですね。そしたら違う方法は見つからないと。我々にはこの方法しかもう残ってないんだみたいなことを言われたんです。で私は当時最初の頃ファルージャ総合病院に一生懸命その医薬品を運んでる時に一緒に行ってたそのカーシムっていうのがいて、彼はそのイラク戦争の時旧イラク軍の兵士だって、すごいやっぱりものすごくこうすごい思いがあるわけですよ。家族も傷つけられたし、そのお兄さんも結局死んでしまうんだけど、で戦争中に同じその仲間だったイラク軍の兵士が横で、クラスター爆弾を受けて死んじゃうんですよね。その破片が彼のこの右肩の後ろかなに入ってるらしいんですけど、同じ塹壕みたいなところにいた友達は死んじゃったと、同僚は死んじゃったと。だからすごいこう憎しみみたいなのもすごかったんですよね、会った時とか。でもその通訳として英語ができるから通訳として働いてもらってて、毎回バグダッドから彼が運転して私助手席に乗ってて医薬品運んでる中でいつも喧嘩してたんですよ。で日本人に分かるかと、その平和ボケしている日本人何が分かるんだみたいな。で私は武力は反対だと。で武力は反対だっていうふうに言うんだけど、お前に何が分かるみたいな感じでこう言ってたんですよ。だけどそれをずっともう1年近くねその続けてる中で、カーシムは医薬品を運んでそれをドクターに渡した時に、ドクターがこれでそのジュースのカンカンを使わないで輸血ができるとかね、そのすごく先生が喜んでくれるとか、例えばその赤ちゃんの粉ミルクを運んだりおむつを運んだりとかすると、お母さん方がもう本当に泣いて喜んで、これでその赤ちゃんのミルクがあげられるとかね、そういうのを結局目の当たりにするわけですよ、人道支援者として。そしたらある時もう何ヶ月も経ってから、事件の全然前なんですけど、何ヶ月も経ってからそういう支援活動を繰り返している中で彼がこう言ったんですね。僕はその要するにイラク軍の兵士であったと。で愛するものを守るために武器を持たなきゃいけないというふうに言われていて、そう教えられ大学時代から軍事訓練に参加し、実際に戦争に参加した。だけれど結局はたくさんのイラク人を失い、友人を失い、その家族親戚を失いという状況になったと。でも今俺の手は武器を持ってなくて、その手で支援物資を運んだり支援を求めている人たちにこういったものを直接手渡しができると。で本当に人々を救っている実感があると。で人を救うためには両手を開けておかなきゃいけないんだねっていうふうに私に言ってきたんですよ。で私はいつもそれについてどうやったら人を守れるかっていう話をずっと喧嘩しながらもうずっとやってたから、その一言を聞いた時に元兵士がその人道支援を通してなんか同じ思いを共有できた
そこに至れたっていうところにものすごい私の中でもすごい大きい感動があったんですよ。で事件に遭って囚われてる時に銃を持った人が俺たちにはこれしか方法がない、銃をしかないんだ、戦うしかないんだって言った時に、私は今の話を、カーシムの話を彼にしたんです。で、私はあなたが銃を置いて他の方法を探してほしいと。私はあなたがカーシムと出会ってどうやったら人々を救えるか守れるか、どうやったら平和を取り戻せるか、カーシムと話し合ってほしいというふうに言ったんです。でもちろん違う町だし、そんな偶然に会えるはずもないけれど、私はそうやって伝えたんですよね。そしたらその人が、私のその訴えがずっとこう訴えてる間に銃をずっと構えてたんだけど、銃を床に置いて体育座りをして膝を抱えて頭をこういうふうにずっと抱えて最後の方を聞いてたんですよ。で、私もひとしきりそれをすごい頑張って伝えて、そしたら、その人がこう静かに顔を上げて私に言ったのが、あなたと友達になれるだろうかって言ってきたんです。で、私は即座に、私はイラクの人たちと友達だと思ってるからこの仕事をやってるんだっていうふうに言ったんです。そしたらその人の目に涙がこう浮かんでて、でそれを見たときに伝わったかなってちょっと思えた。でそのまま銃を置いたまま涙を浮かべて黙って私の顔を見て、場所を移動するってなって、それが解放だったんですけど、そこから何回も場所を車を乗り換えてっていう感じにまた目隠しされてバグダッドまでなんですけど、その最後の最後にその人が本当に綺麗な色の蜂蜜の瓶を持ってきたんですよ、私たちに。でそれを渡して、これはあなたのお母さんと妹さんに届けてくださいって渡されて、で他の2人も蜂蜜もらってご家族にって言われたんです。でなんで私とお母さんと妹とか言ってくるんだろうと思って一瞬不思議だったんだけど、後から知るんですよね。大使館に行ってから実は誰も気づいてないんじゃなくて大騒ぎになっていて、うちの妹とか家族が出てたっていうことを後から大使館で知るんですけど、それをもらったんです。でその男性2人は固く握手を交わして、で蜂蜜をもらって、で私の時には、イスラム教徒の敬虔なイスラム教徒だから女性の手を握ることはできないから、でも握手をするために自分の手をクーフィーヤでぐるぐる巻きにして、で私の手をこういうふうに握って握手をするっていう、そういうふうにして、最後別れたっていう、蜂蜜をもらって、そういうことがありましたね。地元の武装グループに拘束されるも、その後無事に解放された高藤さん。しかし、帰国後に彼女を待っていたのは、自己責任という言葉を伴った同じ日本人からの激しいバッシングでした。数えきれないほどの誹謗中傷を受けていた当時、高藤さんは何を思っていたのか。そんな経験をしながらも、なぜ20年以上にわたってイラクでの支援を続けているのか。次回、インタビューの後半をお届けします。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。海外で活躍する日本人や
大手のメディアでは知れない世界の実情をもっと知りたいという方、ハラカンタの YouTube 活動を応援していただけないでしょうか。ハラカンタの海外取材は、ハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。もし、ハラカンタの活動を支えてくださる方がいらっしゃいましたら、ご無理のない範囲で構いません。マンスリーサポーターになっていただけないでしょうか。一口1000円からご加入いただけます。少しでも興味のある方、概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページをご覧ください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。